皆さんこんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは日本語学習者さんに向けて、日本語ネイティブの私がわかりやすくナチュラルな日本語を話す日本語のポッドキャストです。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もこの動画を開いてくれているということは、日本語を頑張りたいって思ってくれているっていうことだと思います。よくこの動画を開いてくれました。ありがとうございます。はい、今日の皆さんは日本語を勉強するモチベーションどうでしょうか。すごくモチベーション高く頑張ろうって思えていますか。それとも今日はちょっと疲れちゃったし、ポッドキャストでも聞いてゆっくりしようかなって思っていますか。どっちでもね、ちゃんと行動に移しているっていうことはすごいことだと思います。今日もちゃんと日本語に触れて日本語を学ぼうって思っているってことですもんね。すごいなと思います。でもね、時には日本語の勉強大変だなとか、何のために日本語を勉強してるのかわかんなくなっちゃったなっていう時もあると思います。私もね、英語を勉強していたんですが、やっぱり毎日頑張るぞって思い続けるのはすごく大変でした。でね、私は考えたんですよ。どうすればモチベーションをアップさせたまま頑張り続けられるんだろうって、考えていろいろ調べたし試してみたんです。でね、これは以前私が読んだ本に書いてあったことなんですけど、モチベーションってね、実は上がったり下がったりするものじゃそもそもないんですよね。モチベーションっていうのは固定されていて、そこにあるものなんですよ。どういうことかわかりますか？今回はね、日本語でもそれ以外の言語でも頑張りたいっていう思いがある時にどうやってモチベーションをキープすればいいかっていうことについて、私の考えをご紹介したいと思います。チャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。コメントも待ってます。はい。そもそもね、モチベーションって何っていう話なんですけど、皆さんは何だと思いますか？簡単に言うとね、一般的には何かをやりたいって思っているその気持ちのことだと考えている人が多いのかなと思います。だからこれは気持ちの一つで、人間の気持ちは変化するものだからアップしたりダウンしたり、そういう風なものなんだって思っている人が多いのかなと思います。だって気持ちっていつも晴れているわけじゃないですよね。雨の日もあります。元気な日もあれば、疲れて起きたくないっていう日もあります。でもね、これって実は勘違いなんです。勘違い。これはね、以前私が読んだ本の中に書いてあったことで、私自身が読んでいてハッとしたことなんですけど、モチベーションっていうのはそもそもね、アップダウンするものじゃないんです。なぜなら、モチベーションっていうのは目標を達成した時の自分の姿のことなんですよね。モチベーションって日本語に直すと動機なんですけど、動機、そうなりたいっていう動機なんですね。つまりその姿を思い出すことで、その方向に進みたいって感じられる、そういう目標の姿そのものがモチベーションなんですよ。努力をするための動機そのものなんです。わかるかな？これはね、私もちょっと難しいなと思ったんですけど、結局は考え方の話なんですよね。だからね、まず考えたいことは、どうして日本語を勉強しているんですかっていうことです。このね、問いの答えを自分の中でしっかりと持っていることがすごく大切だと思います。例えばね、日本語のアニメが好きだから字幕なしで全部理解できるようになりたい。
とか、日本に旅行をして日本の文化を日本語で理解したいとか、将来日本で仕事をしたいんだって思っているのか、いろいろね、人によって目標とか日本語を勉強したいって思う動機、モチベーションって違うと思うんです。はい。一方でね、結構よくあるモチベーションの保ち方の間違いとしては、日本語を勉強したいから日本語の試験、例えば JLPT とかありますよね。それを勉強して合格した。だから一度目標を達成してしまったから目標がわからない。なのでモチベーションが湧かない。そういうパターンってすごく多いと思うんですね。試験にね、合格するってすごく素晴らしいことですよね。そこまでかなり努力をしたと思います。でも、その試験に合格することが本当にあなたのゴールですかっていうところを思い出してほしいんです。今、JLPT とかのために日本語を勉強している人もたくさんいると思うんですが、そういう人もね、ぜひ試験の合格が本当に自分にとってのゴールなのかっていうのを一度思い出してほしいんですよね。合格してどうしたいんですか？例えばね、自分の目標だったレベルの試験に合格して、俺は合格したぞ、すごいだろって言いたかったんですか？それを言えることがゴールだったんですか？それとも、その試験に合格するのはあなたにとってゴールに向かうための通過地点でしたか？試験に合格するその先のゴールを見失っていませんか？そういう話なんですよね。例えばね、私たち日本人もまずは英語を勉強します。英語の勉強は例えば高校受験とか大学受験でとっても大切です。だから英語を勉強するんですが、多くの日本人にとってもうその合格をすれば OK っていうことがね、ほとんどなんです。だから英語が話せるようになるまで勉強しないんですよね。かけて聞ければ OK ってそこで止まってしまうから、日本人は英語を話せないことがほとんどなんです。なぜなら試験の合格が目標だからですね。でも日本人の中でも英語が話せるようになる人はたくさんいます。じゃあその人たちの目標は何かというと、話せるようになって英語でコミュニケーションを取りたいとか、海外に住みたいとか、英語を使って仕事をしたいとか、試験を合格することはその目標に達するためのステップの一つに過ぎないんですよね。試験に合格することが目標ではないんですよ。その言語を使って自分が最終的にどうなりたいのかっていうイメージをはっきりさせておくと、今の自分が何をすべきかっていうのが明確になりやすいから、今日も頑張ろうって前向きに思いやすいんじゃないかなと思います。と言われてもね、自分が将来言語を話せるようになったところでどうなりたいかがあんまりはっきりイメージできないっていう人もいると思います。そこでね、モチベーションのちょっとしたかけらになるかもしれないと思って、私の体験談を一つご紹介するんですが、はっきりとお伝えします。アニメって正直英語で見ていても全然面白くないと思います。はい。私はね、人とコミュニケーションをするのには不足しない程度には英語を話します。英語でね、アニメを見ていても内容の理解はできることが多いです。でもね、同じことを言っているのに、英語で理解するときと日本語で理解をするときって全然感覚がね、違うんですよ。一つの例としては、私がね、海外の映画館で日本語のアニメを見ていた時の話なんですけど、私はね、とある国で当時上映された鬼滅の刃っていうアニメの映画をね、見たんです。現地の劇場で。日本語で上映されていたので、日本語で見ながら、その現地の言葉で字幕が
見られるっていう、そういう上映だったんですけど、日本語ではね、すごく面白いことを言ってたんですよ。そういうシーンがあって、私はね、日本語で理解をしていたので、はははって笑ったんです。でもね、周りの人たちは一つも笑わなかったんですよね。多分ね、周りの人は日本語を聞いているけど、その現地の言葉の字幕で理解をしていたんですよね。だから面白いと思わなかったんだと思います。これはね、もちろん翻訳の仕方が違うからとかね、文化が違うからっていう可能性も考えられます。でも言語が違うから、その表現の面白さとか詳細に気づけないってことってすごくたくさんあると思うんです。だからね、アニメが好きな人にこそ日本語でのニュアンスを知ってほしいんですよね。日本のアニメは日本語で見た方が絶対に楽しいと思うんですよ。これね、逆ももちろん同じです。例えば英語で作られた映画とかドラマはやっぱり英語で見た方が面白いと思うんですよ。まあね、ちょっと具体的な例が今思い浮かばないんですけど、例えばミュージカル、ミュージカルってありますよね。私ね、あれは日本語で見ていた時全然好きになれなかったんですよ。でも英語を学んで理解できるようになってから、英語で聞いたらすごくいいなって思ったんです。それから英語バージョンのミュージカルはすごく好きになりました。このね、翻訳ではわからない言語の良さっていうのを理解できるのが言語学習の良さかなとすごく思います。これはね、ちょっと私自身にも言ってます。スペイン語をちゃんと勉強したいと思っていたのに、今できていないので、皆さん頑張りましょう。そういうお話です。とにかくね、その目的、言語学習をする目的をはっきりと見つけて、それを思い出すっていうのが語学学習にはすごく大切かなというふうに思います。モチベーションが下がってしまうって悩んでいる時って、多分その目標の姿が曖昧なんですよね。今日はこの努力をしなくてもいいやって思っちゃうっていうことは、なりたい自分になるために必要な努力をちゃんと理解できていないっていうことだと思うんです。あるいはそもそもなりたい自分の像がちゃんとイメージできていない、だから起こることだと思うんですよ。で、頭では分かっているけど、やっぱり毎日努力するのは大変だよっていう話ですよね。そうなんです。じゃあね、毎日どうやって努力をすればいいのかって話なんですけど、もうね、これは感情を捨てることかなと思います。これはね、無心でやれっていう意味じゃなくて、できれば楽しんでやりたいんですよ。じゃあどうするかというと、もうね、やらないっていう選択肢を捨てることです。もうこの時間になったら、これだけ絶対に勉強をするぞって決めておくっていうことですね。勉強をすることを習慣にするんです。もう一日の一部にしてしまえば、絶対に勉強をしないっていう選択肢がなくなります。それから、とにかく1分でいいから手をつける。やりたくないな、やりたくないなで何分も考えるくらいだったら、いいからやろう。5分でいいからやろうって思って手をつけると案外できたりします。案外ね、勉強モードに入って集中できたりするので、とにかくね、その習慣をつけるっていうのが大切だと思います。はい。ということで、今日はね、モチベーションが下がってしまった時にどうすればいいかっていうお話をしました。そもそもね、モチベーションっていうのは上げたり下げたりするものじゃなくて、そこにあるもの、もう決まっているもの、モチベーションをしっかり作れていたら、やる気は自然と湧き上がってくるもの。そういうお話をね、今日はしてみました。はい。そして、それでもやりたいなって思えない時は、もうとにかくやらなければいけないっていう決め事にしてしまう。やるかやらないかを考えない。もうやるって決めてしまう。やりたくないなとか、
やらなくてもいいかなって考える時間を与えない。もう毎日やるものだからって決めてしまう。それが一番効率的かなと思います。例えば寝る前に30分とか、晩ご飯を食べた後に1時間とか、朝起きてから1時間とか、絶対にやらないっていう選択肢はないっていう、そういう自分の毎日の習慣の中に勉強を取り入れられたら、自分の心がね、楽になるんじゃないかなと思います。私もね、英語を勉強していた時、すごく落ち込みましたっていうお話はね、以前の動画でも何回かしていると思うんですが、多分ね、言語学習をしていると思ったように上達しなくて落ち込んでしまったりとか、自分に対して怒りを覚えたりとかっていうことってあると思うんですね。でも焦る必要はないし、自分に対して怒る必要もないです。大切なのはそれでも毎日続けられているっていうこと、それをやろうとしている自分のことをちゃんと褒めて認めてあげること、それが大切かなと思います。このね、ポッドキャストも皆さんのね、背中を押せるようなものになっていたらいいなと思います。こういう動画が面白かったよ、役に立ったよと思ってくれた人は、ぜひチャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。皆さん良い一日をお過ごしください。またねー。